はい。皆さん、こんにちは。ジャパニーズリスニングのまゆです。このチャンネルでは、自然なスピードのナチュラルなネイティブの日本語を配信しています。で、今日は少し、雑談に近いお話をしようかなと思っています。で、今週は母の日なので、それに関する面白いニュースを見たので、それを皆様に少しご紹介するっていうのと、せっかくなので母の日に、そして母にまつわる私の体験とか思い出、日本のお母さん像についてちょっとリラックスしてね、お話ししていこうかなと思います。さて、母の日ですが、日本ではこの5月の第2日曜日ですね。それが母の日と決まっています。でね、そんな母の日に私の携帯に面白いニュースが届きました。で、それは他の日本人にとっても面白い話題、興味がある話題だった。だから、よく読まれていますっていうマークがありましたね。それは昭和の時代、つまり1970年から80年代にお母さんをしていた人と、あと今、令和、今まさに子育てしている人を比べたニュースだったんです。で、これは私にとってもすごく興味深いテーマでした。今日はこのニュースの中身と私のリアルな体験談を混ぜながら、日本のお母さん文化の変化を3つのトピックスで楽しくお話ししていこうかなと思っています。1つ目は呼び方の変化です。皆さんの国ではお母さんのことを何て呼びますか？日本ではママとお母さんが多いです。で、私が子供だった頃は幼稚園の頃くらいまではママでしたね。でも小学校の高学年、10歳くらいを過ぎてからはお母さんに変えた記憶があります。なんだかママと呼ぶのが気恥ずかしくなってきて、ちょっと恥ずかしいような感覚ですね。小さい子が呼ぶようなママってね、名前な気がしたんです。だから初めてお母さんって呼んだ時はちょっとドキドキしたのを覚えてます。で、実はこのニュースによると、昭和と令和ではこの呼び方に変化がありました。そう。で、子供の頃からの呼ばれ方がママとお母さんでちょうど逆転しているんですね。つまり昭和の時代ね、昔はお母さんと呼ぶ子が60% で主流でした。でも今はママと呼ぶ子が 60% なんですね。だから実際に私の家では子供たちは私のことをママと呼んでいます。多少男女差はあると思います。男の子はやっぱり中学生ぐらい、13歳、14歳、15歳、それくらいからお母さんに変える子が多い気がしますね。女の子よりも少しやっぱり照れくささとか恥ずかしさを感じるのかもしれませんね。で、次に食事の変化ですね。で、日本でも育児を男の人がするようになりました。で、まだまだ家庭によってばらつきはあるんですけど、昔よりすごく増えたなって思います。でも、未だに、ご飯を作るのはママだよっていうお家が多いですね。で、その食事のスタイルにも変化がありました。
つまり、時間をかけて丁寧に、一から手作りをする。それを大切にするっていう主義、考えね、の人と、短い時間でいいものを作る。ね、そういう時短の主義の違いです。で、これはとっても私自身も実感しています。そう。昭和のお母さんはね、丁寧にすべて最初から手作りをする人に、それにね、こだわっている人がね、52% もいたんですね。手間暇をかけるっていう日本語がありますが、まさにそういうことですね。手間暇をかける。うん。で、この、一から手作りをするっていうのは、皆さんの想像以上に本当に一からなんですよ。だから具体的には、スープですね。まず、スープ。で、出汁を取るのにも、便利な、出汁のパックとかは使わずに、カツオと昆布から一晩ね、漬け込んで、丁寧に出汁を取りました。で、あと、お味噌。お味噌も大豆から手作りでね、作ったりして、お漬物も買ってこないで自分で漬けたり、などですね。だから、本当にね、一からなんですよ。で、カツオと昆布から出汁を取ってね、で、その手作りのお味噌で作ったお味噌汁っていうのは、これはね、もう本当に風味が良くて、素晴らしくて美味しいです。美味しい。で、そうやってね、最初の段階から全てのものを手作りして、時間をかけて丁寧に作る。手間暇をかけて作る。これが昭和の理想のお母さんっていうイメージですね。で、それに対して、令和のお母さん、今のお母さんは、とっても忙しいです。で、またね、後ほど紹介しますが、仕事をしているお母さんも増えたので、そういうふうにしたいっていう思いはあったとしても、本当に時間がないんですよね。だから、丁寧に時間をかけることも大事ですが、おかずの素とか、ミールキット、最初から材料が切ってあって、簡単に入れるだけで料理が完成するみたいなミールキットですね。を賢くね、使って時短をしています。時間を短縮する。時短をしています。そうじゃないと、本当に毎日育児と家事がね、回らないんですよね。で、昭和のお母さんは手作りこそが愛情っていうね、意識がすごく強かったんだと思います。でも、実際、今の私もそこは少し違う考えです。愛情はあるんですよ。あるんですけど、でもかけるポイントが違うんですね。だから栄養は大事です。栄養はみんな大事ですね。体を作らなければいけないので、栄養を取ることはとっても大切。でも、忙しい時には便利なキットを使ったり、あとお野菜が足りないなと思ったら、お惣菜を頼ってね、取り入れたりもします。で、冷凍のお野菜ですね。ブロッコリーとか、ほうれん草、あとお魚とかね、シーフード、そういうのも使います。とにかく、短い時間で、でも美味しく。で、栄養があるものを作る。で、そんなお母さんが多いなぁと、周りを見てても思いますね。で、ニュースでも、令和のお母さんは、子供が好きなメニューを食べさせたいっていう気持ちが 37% っていう高い結果が出ていました。だから、手抜き手を抜く。それはだから、どうでもいいと思っているっていうわけではなくって、子供が好きなもの、
そして栄養があるもの。それを自分のできる時間の中で作りたいっていう思いがみんなにあるんですね。でもそれでもね、日本は料理の負担がやっぱり結構大きい方かなと思います。お弁当の文化もね、海外に比べて、すごく品数をたくさん詰めたりして大変だし、いくらね、手抜き、時短って言っても、世界中のね、いろんな国の中で見ても、やっぱりすごく手間のかかる料理を日頃からしているんじゃないかなっていうのは思っています。皆さんの国のお母さんの手料理ってどういうのですか？なんか食べてみたいですね。他の国のお母さんの手料理ね。で、日本ではお母さんの作ってくれた味とか、自分の好きな育った味ですね。育った味のことをふるさとの味とか、あとお袋、お母さんのことを昔お袋って言ったりしたので、お袋の味なんていう言葉もあるくらい、すごく大切に思っている人が多いですね。はい。お母さんの味。よかったらコメントで皆さんのふるさとの味について教えてください。3つ目は働き方ですね。このお母さんの働き方も40年で大きく変わりました。昭和のお母さんの理想は家に入ること、家庭に入ること、仕事をせずに家事をすること。つまり専業主婦ですよね。で、ニュースでも昭和のお母さんはお金に余裕があれば、家の中のお金のことを家計って言うんですけど、家計に余裕があれば、専業主婦でいたいって思う人が 41% いました。だから昭和の時代はね、大学を卒業して、大学を出てなくても働いた後に結婚をすると会社を辞める、仕事を辞める人が多かったですね。で、これはおめでたい退社っていう意味で、寿退社と呼ばれていました。寿退社ね。すごい時代を感じる言葉です。今の私たちが聞くと。で、実際私の母も薬剤師として就職していたんだけど、結婚した時には一度仕事を辞めていました。で、せっかく大学に行って、資格を取って、すごく立派な仕事があるのに、なんでって思いますよね。でも、本人の希望だったみたいです。で、新婚、結婚したてっていうことです。新婚の奥さんとして、家のことを大切にしたかったそうなんですね。だから一度専業主婦になっていました。で、その後、しばらくしてから仕事に復帰していましたね。私が小学生の頃から社会人、大人になってもずっと働いていました。で、これは母の気持ちも昭和から平成、令和と時代の変化に合わせて変わっていったのかなと思います。今の令和の時代は働いてるお母さんがとても多いです。で、どうしてかというと、その理由もこのニュースの中のアンケートに隠されていました。昭和の時代は日本全体が景気が良かったんですよね。だから右肩上がり、ぐんぐん上がっていく。で、物の値段も教育費も今より安かったんですよね。今はインターネットが普及して、いろいろな情報がね、入るようになりました。で、子供の教育にも選択肢がね、増えました。
だから教育にこだわると、そこにお金がかかるっていうことも親は理解しています。だからニュースのアンケートで子供の人数を決めるのに一番影響したことは何ですかっていうアンケートがあったんですね。で、この選択項目ね、選ぶ項目の中には、例えば家の大きさとか、あと仕事のバランス、両立ですね。それから年齢や体力、そういう項目があるんだけど、これらの項目がある中で、令和のお母さんが一番最も影響したって答えているのが、経済状況、お金でした。昭和のお母さんは31%の回答だったのが、令和のお母さんは61%の人がお金が理由だっていうふうに回答したんですね。31と61。もうほとんど倍ですよね。そう。だから、令和のお母さんの6割以上がお金の問題を理由に子供の人数を考えているんです。で、だからみんな働こうって思うし、忙しくなって一から手作りって言ってられない時代になったんですね。だからこれはすごく今の日本らしい悩みだし、リアルに生きていてすごくわかるな、うなずけるなっていう結果だと思いました。日本は少子化も大きな問題になっていますよね。これも経済状況、お金がやっぱり影響してるのかなっていうふうに思います。はい。お母さんの呼び方、そして食事のスタイル、働き方、この3つの大きなね、変化をご紹介しました。日本のお母さん、変化してますね。で、いろんな違いを話したけど、最後に、これはね、時代が変わっても本当に変わらないことっていうのがありました。で、それは母として、お母さんとしての根本的な思いです。で、昭和のお母さんも、令和のお母さんも、まずは子供のやりたいっていう気持ちを大事にしたい。やらせてあげたい。尊重したい。そしてダメなことはきちんと叱る。ダメって言う。そして子供の成長を見るのが一番楽しみ。喜び。ね、この3点は両方の時代で共通しているお母さんの思いでした。皆さんいかがでしたか？時代によってお母さんの形は少しずつ変わってきていますが、子供を思う気持ちっていうのは40年前も今も変わらないなっていうふうに思います。で、これは日本だけじゃなくて世界にもきっと同じような変わらないお母さん像っていうのがあるのではないかなと思います。今回のニュースを通じて私自身も自分の昔ルーツとお母さんとしての今を振り返ることができてとても幸せな気持ちになりました。で、皆さんもね、今年の母の日にはぜひ形は何であれ、どんな形でもいいのでありがとうの気持ちを伝えてみてくださいね。で、私は実の母がもういないので、プレゼントをあげられる人がいるのが本当に羨ましいです。羨ましい。でも代わりにね、私にありがとうって言ってくれる子供がいるのは本当に幸せなことだなと思っています。ぜひ今お母さんに感謝を伝えられる人は連絡をして日頃の思いをね、伝えてみてください。もしこの動画が面白いなと思ったら、役立ったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの国のお母さん事情、ぜひね、コメントで教えてください。それでは
また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。またね